こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは皆さんが共通して抱える人体作画の悩みを克服する動画をお送りしています。私の簡単なプロフィールはこちらになります。今回の動画は特に初心者さんから最も多くいただく煽りと俯瞰がうまく描けませんというお悩みについてです。身も蓋もない結論から申しますと、初心者さんが違和感のない俯瞰、煽りの人物を自在に描くのはほぼ不可能です。なぜなら煽りと俯瞰の人体はプロでさえもうまく描ける方は少数というとてつもなく難しいテーマだからです。この動画では煽りと俯瞰がなぜそれほどまでに難しいのかを理論的に解説し、具体的にどういうアプローチが必要かをご紹介します。この動画を最後まで見れば煽り・俯瞰への苦手意識を克服する道筋が具体的に見えるはずなので、ぜひ最後までご視聴ください。今回ご説明するポイントは3つ。1つ目がパースの知識、2つ目が人体の筋肉構造、3つ目が回り込みの技術となります。そしてこちらがお悩みのイラストになります。勢いや臨場感、迫力を出すためにパースを意識したけれど、なんとなくこれじゃないという感じがしますとのことでした。質問者さんのご指摘の通り、俯瞰や煽り、ダイナミックな構造を描くにはパースの知識が必須ですが、大抵の初心者さんにはこのパースの知識がありません。パースを元に考えると、おそらくこんな感じの絵を描きたかったんじゃないかと思います。まずはこの2つの絵の違いを見比べてみましょう。まず俯瞰のアングルでは立体の上面が多く見えるのですが、質問者さんの絵を見るとなんとなく俯瞰を意識してはいるものの、頭や肩などほぼ水平と変わらないアングルで描かれているのが分かります。輪切りにすると顕著ですが、このように平たい楕円になっています。パースの知識がない、そして水平アングルの人体しか知らないという条件で無理やり俯瞰にした結果、初心者さんの描く俯瞰絵はこのように水平アングルの絵を上から圧縮してただ潰したような印象になっていることが多いんです。実際の俯瞰は下に行くにつれカーブラインが急になり、円、球、強い曲線の集合体で描かれていて、ほぼ製図に近い印象です。この圧縮を描きこなすには空間のパースをきちんと把握するとともに、人体の立体構造をその空間に正しく当てはめて描く技術が必要なんです。なんだか頭が痛くなってきたと思いますが、闇雲に描くことの無謀さがなんとなく分かってきましたでしょうか。では次に筋肉構造を見てみましょう。人間の筋肉というのは数が多く、形もただの円や楕円ではない複雑な凹凸でできた立体物です。複数のレイヤーが絡み合っていて、それだけでも厄介なのに動くたびに形が変わるというとんでもない難易度なんです。ここで水平アングルの足を見てみましょう。少し絵を描いた経験がある方なら最も見慣れた形だと思います。ですがこれを急角度の煽り・俯瞰にするとどうでしょう。はい、多分皆さんが想像していた形はこのようにシンプルなものだったと思いますが、ちょっとびっくりするような思わぬ形になりましたね。想像以上に複雑で軽くショックを覚えるレベルです。しかしこの意味不明な変化も正面、側面、正面からそれぞれ角度分析をしていくと、このようにある程度決まった法則が見えてきます。これをパースの技術に合わせて製図のように描いていくと、先ほど見た煽り・俯瞰の形にほぼぴったり当てはまるんです。はい、なんだか分かったようで実際はもう訳が分かりませんよね。理論的に説明するとこれだけ複雑なプロセスが必要ですよという話なので、ここではそれだけ分かれば十分です。これを見ると煽り・俯瞰はプロでも難しいという理由がよく分かっていただけたと思います。プロですらこの煽りと俯瞰は難解で非常に悩んでいます。煽り・俯瞰を違和感なく美しく描けるプロはほんの一握りに過ぎません。ですので最初にお話しした通り、初心者さんがそのプロの悩みをすっ飛ばしていきなり違和感なく描くというのは理論上どうやっても無理な話なのです。でも諦めるのはまだ早いです。
完璧とは言わずとも少しでもいい感じの煽り俯瞰を描くためには具体的にどのようなアプローチが有効なのか、それが3つ目のポイント、回り込みの技術です。初心者さんは基本的にシルエットの線のみで絵を描いてしまっています。それが絵が平面的になる原因であり、アングルを変えた時の違和感や上から潰したような俯瞰の原因にもなります。この平面的な感覚を立体感覚に変えるには、見えない部分の立体を意識しましょう。例えば服の襟を描く場合、多くの初心者さんは首の後ろ側や胴体の立体を意識していません。この場合、襟が角張っているか、首の後ろが異次元でワープしたかのように向こう側の襟を描いてしまっています。ですが実際には首の後ろにも立体がありますので、このように強い曲線で回り込みを意識してあげましょう。一気に奥行きが出て立体感が増しましたよね。初心者さんはまずこの回り込みを繰り返し練習し、シルエットの内部、そして裏側にも立体があるという意識を徹底的に育てましょう。そして意識がある程度芽生えたらパースの概念を取り入れます。この回り込みは当然胴体の部分にもあります。このように直線的に描かれた襟は胴体をも直線的に見せてしまいますが、回り込みプラスパースを意識すると手前と奥の襟はこのように見え方が変わります。奥の襟は裏地が見えるとより立体的で自然に見えますね。俯瞰と煽りを描きこなすには最低でも3点パースの知識が必要です。いきなり3点と聞いて、これまた頭が痛いですね。パースは初心者さんにはハードルが高いかもしれませんが、一度覚えてしまえばあらゆる場面で応用できる万能技術です。パースの知識が人体作画にどのように役立つかは過去の動画でも説明しているので、こちらもぜひご視聴ください。初心者さんはまず水平アングルの絵を立体的に見せる回り込みの技術、そして一点パースに挑戦してみるのが自然な煽り俯瞰への第一歩と言えるでしょう。現在私は個人的に美術解剖学を勉強しており、そのまとめを月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。人体の構造についてもっともっと知りたいという方は説明欄からぜひチェックしてみてください。以上、今回の内容3つのポイントをまとめますと、1つ目がパースの知識。煽り、俯瞰は空間を作る能力。その空間に合わせてパーツを配置し圧縮するという複合技術が必須です。闇雲に描いても説得力のある絵は生み出せませんので、まずはしっかりと基礎を学びましょう。2つ目が人体の筋肉構造。人体は考える以上に複雑で、煽り、俯瞰の人体は角度がつくほど思ってもいない形になります。全てを覚える必要はありませんが、単純な円柱ではないということは常に頭に入れておきましょう。3つ目が回り込みの技術。煽り、俯瞰は水平アングルとは比べ物にならないほど強い曲線の集合体です。平面的な意識のままではとても描きこなせませんので、シルエット内部の立体、見えない裏側の部分を常に意識して回り込みを表現できるようになりましょう。プロでも悩む煽り、俯瞰の難易度に絶望してしまった方もいるかもしれませんが、この動画は皆さんをがっかりさせるために作ったわけではありません。何かを学ぶ上で最も大切なのは、まず自分に何ができないかを具体的に知ることです。人間はほとんど知識や経験のないことほど自分にはできると思い込み、ある程度知識と経験があることほど難しいと感じるそうです。つまり初心者さんほどいきなりプロの真似事をして一気に挫折してしまう傾向にあるわけです。登山に例えるなら、初心者さんは山のふもとにいててっぺんの高さを全く測れない状態。中級者は途中まで登った上でその難易度と自分に欠けている力を身に染みて感じている状態ですね。まず自分に何ができないのかをしっかり知ることで、それを解決するための具体的なアプローチも見えてきます。常日頃から自分に何が足りないのか、それを克服するためには何が必要かをワンセットで探していく癖をつけましょう。たとえ道のりが長くとも正しい手法で一歩一歩進んでいけば確実にゴールに近づけるはずですよ。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。